今回は5連休を機にフランスで一番有名な美大の一つ、国立高等装飾美術学校に通っている友達と一緒に超人気観光スポット、モネの家に行ってみた。私自身もともとそんなにアートに詳しくないから、モネやアートについて全く知らない人でも分かりやすいようにモネの世界を紹介する。そしてモネの家と庭を楽しみながら、彼女の美大のお話も少し聞いてみよう。パリから片道1時間で行けるノルマンディー地方の小さな村ジベルニー。庭一面に咲く色彩豊かな花の中に浮かぶピンクと緑色の家。これこそが多くの作品のモデルとなったモネの家。亡くなっても未だに生きているモネの記憶である。この家に入ってみると、水色で統一されたキッチン、黄色に染まったダイニングルーム、モネ自身が描いた絵画が飾られていたアトリエと、明るい特徴的な部屋を楽しむことができる。では、モネはこの家のように色鮮やかなバラ色の人生を送ったのだろうか。現在では世界的に認められているモネだが、貧しくて苦しい時代もあった。それはパリのサロンが好むような宗教画や神話が頭の中で考えたものを再構築する理性的な絵とは違ったからである。それでも諦めずにずっと絵を描き続けたモネはついに有名になったものの、ポワシーにあった家の家賃が払えなくなってしまってジベルニーに引っ越すことになった。まずモネの自室に入ってみると、印象派の展覧会場のような友達のルノワールやブーダンの作品が飾られている壁が目に入る。モネは一緒にサロンの代わりに結成した印象派グループ中で15歳の頃に気に入られて、初めて外で絵を描かせた先輩画家のブーダンの作品を大切にしていただろう。そして唯一自作の作品が壁にかけられているアトリエと続く。数多くの色彩豊かな作品の中から特に目に入るのがこの寒々とした女性の肖像画。この絵の中の女の人は実はモネの最初の妻カミーユである。モネの親に否定されたりお金に困ったりしてもずっと動じずにモネのそばに居続けた彼女は重病になり世を去ってしまった様子がちょうどこの絵で現れている。そんな悲劇的な出来事を目にしてしまったモネはついに筆を手に取って無意識のように絵画に撮れたと語っている。しかしカミーユが亡くなってしまったとはいえ、モネは一人にはならなかった。というのは数年前から破産して住むところがなくなったオシュデ家のアリスとその6人の子供と同棲をしていたからだ。このようにアリスは自分だけの部屋もあった。だがそこで意外な展開に。モネはずっと病気のカミーユを見ていた優しいアリスに恋をして、2人はアリスに夫がいるのにもかかわらずこっそり恋愛を始め、夫エルネストが亡くなってから結婚した。アリスとカミーユはモネにとってミューズのような存在で、僕の人生は芸術にあなたに過ぎないと語っている。次にモネが情熱を込めて作り上げた庭を散歩すると、あることに気づく。実はこの庭の花の色合いは太陽の動きに合わせている。東から昇る太陽が西へ沈むにつれて、寒い朝の冷たい色から夕日の暖かい色へと絵の具のパレットのように移り変わっている。このように光と瞬間的な色の表現、これらがモネの多くの作品の特徴である。例えばモネの名作の一つ、睡蓮はこの特徴がうまく書き出されている。
睡蓮はモネの家にある水の庭と池に浮かぶ睡蓮をモデルにした連作である。連作とは同じ場所やテーマを異なるアングル、季節や時間の中で起きる光の動きと印象の変化を書き出す、これまでになかったモネ独自の表現スタイルである。このように時間や季節による光の変化を追求して、明るい色で外の建物や風景をふんわりした印象で表現する芸術運動を印象派と呼ぶ。モネは印象派の画家としてアートの表現手法を革新的に変えた。それは風景や建物の形を写真のように細かく描き出すのではなく、変化していく風景を見て感じた心情を絵にすることで、鑑賞者にもその感情を届けたからである。愛する人を描いた絵だったら、鑑賞者の目にはただ日傘を持っている女性が映るわけではなく、モネがその時にその女性に対して抱いた愛が感じられる。最後に、モネが日本好きだったという話は有名である。池にかかっている太鼓橋やしだれ柳など、モネは日本庭園をモデルにして庭を作り上げた。他にも黄色いダイニングルームに上がってみると、この人オタクかってぐらい浮世絵のコレクションが飾られていて、葛飾北斎の作品も保存されている。このように遠く離れている日本とフランスだが、実は古くから美術でつながっている。ジブリ映画「風立ちぬ」のポスターになった場面なんかも、モネの日傘を差す女をイメージしたのではないかという声が挙げられている。では、モネの作品のメッセージは一体何だったのだろうか。何が魅力的なのか、そう考える人が多いだろう。私もそのうちの一人だった。しかし、モネはこのような言葉を残している。私は理論を嫌ってきた。自然を前に移り変わる効果に対する印象を正しく表現しただけだ。つまり、印象派の作品はメッセージ性があるというよりは、見てすぐに感じたものを絵画の世界に映し出している。そして視界を越えた先に風景から得られた儚い感情を色あせないように書き留めている。では、革新的なアートを生み出したモネだが、フランスではどうやってアーティストになるのか、早速愛花ちゃんに聞いてみよう。国立高等装飾美術学校の1年生の愛花です。この学校を決めたきっかけ、まずロックダウン、コロナのロックダウン中に自由にいろんなことを進める時間がたくさんありまして、その時に Webtoon という、漫画、その漫画のコンクールがありまして、それで、自分で絵を描いて絵の勉強をしまして、投稿とかもしていました。そのために、グラフィックのタブレットも購入しまして、絵を描く時間がどんどん増えてきて、それで気がつくと美大を目指していました。コロナがきっかけです高校2年生の時に、週に1回土曜日に予備校に通ってました。そこではアートの歴史と、実技を勉強しまして、2年間ずっと頑張っていました。1年目はグローバルでいろんな専門分野を、一周回ってその基礎を勉強する感じとなっていまして、最初に大きなテーマとして、グラフィックデザインだったり、オブジェのデザインだったりアニメーション、モードなどいろんな専門があって、私たちは最初にオブジェのデザインの専門の基礎の勉強するために、まず一つの音楽を決めて、その曲をオブジェでイメージしてものを作って、1学期をその点数をはい、それをやりました。はい、将来は日本でアーティストを目指していきたいと思ってます映像作家になりたいと思っていまして、そのために残りの2年、まずグラフィックデザインを勉強して、その後大学院で2年間アニメーションを勉強して、そういった動画とグラフィックを合わせた、作品を作っていきたいと思っております。私は美大に通っているんですけれども、
美大に通っていなくてもアーティストになれるとは思います。しかし、自分の個性を磨くことに対して美大に通うことはとても素晴らしいことだと思います。モネの時代では、認知されるためにはギャラリーなどで契約をして自分の、アート作品を展示して有名になることが必要でした。しかし現代では、ソーシャルメディアの発達によってインスタグラムなどに自分のアート作品を、もっと世界に発信して認知していただくことは可能なので、そういった面では、現代ではもっとモネの時代と比べてやりやすいと、アーティストになりやすいと私は思います。アーティストを目指している皆さん、頑張ってください。インターネットで、インスタグラムで自分のアートを世界に発信してください。